おはいえなし。2025年9月25日から28日の計4日間、幕張メッセで開催された東京ゲームショウ2025に行ってきました。私は普段ゲーム好きを気取っていながら、実は東京ゲームショウ行くの初めてで、今まで行っていなかったのも今回初めて行ったのも理由はあるんですが、そういうしょうもない自分語りは別動画に回すとして、当日合計5時間ぐらい並んで足破壊しながら6本ゲームしてきたので、お忙しい皆さん向けに私の足と引き換えに得たガチ感想を共有します。聞いていただければわかりますが、いつも通り忖度ゼロなので、その点はお任せください。プレイしたゲームはこちら。冒険家エリオットの千年物語、恋と真空、 NTE、 無限体アナンタ、アークナイツエンドフィールド、アズールプロミリア、この6本です。あと勝利の女神ニケのブースにもお伺いしたんですが、こっちは特別にご招待いただいたので、私も特別に別動画にします。それとモンハンオメガとか FF タクティクスリマスターとかサイレントヒル F とか、日本のゲームどうしたんだって思われるかもですが、その辺はどうせ間もなく発売につき、動画出る頃にはもう発売してんだろうの精神で断念。先に言っておくと、6作品の中でぶっ刺さった作品があり、皆さんにも情報共有したいので、よろしければぜひ最後までご視聴ください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。1作品目、冒険家エリオットの千年物語、2026年発売予定。スクエニックス社のゲームでオクトパストラベラーに代表されるドット絵と 3DCG を融合した HD2D シリーズでは初となるアクション RPG です。スクエニが得た新たな武器 HD2D はだいぶ前にライブアライブの HD2D リメイクでそのポテンシャルを遺憾なく発揮したところですが、ついにアクション RPG 化するとは。なんとなくわかるかと思いますが、作品の空気感はいつものスクエニ、要するに私めっちゃ好きなので試遊してみました。結論から言うと手堅い、実家のような安心感。もう見たまんまの見下ろし型アクション RPG であんまり言うことがない。私有中に使えた武器としては剣と爆弾と弓、手堅い。今回の私有では最初のボスにチャレンジしたんですが、敵の吸引攻撃に対して爆弾を飲み込ませるという攻略方法、手堅い。こちらの攻撃も敵の攻撃もリング型のコマンドといったインターフェースやらも、私の頭の中にある手持ちの見下ろし型アクション RPG のあるあるで大体どうにかなってしまいます。そういう言い方すると新鮮味ねえってことかって悪く聞こえるかもしれない。確かに HD2D× スクエニの空気感×アクションの掛け算が新しいのであって、その上でゲームシステムに新鮮味があるかというとどうかなって感想になるんですが、いいんだよ新鮮味なんてどうでも。例えば皆さんも実家に帰ったら絶対食べたい料理とかあると思ってるんですが、この作品は私にとっての手羽元の煮付けで、先にお伝えすると後続ご紹介する5つの作品は全て中国のゲーム。金に物を言わせて暴力的な品質で殴りかかってくるものばかりです。もちろんそれはそれで全部美味しいんだけど、生まれてこの方基本 JRPG メインでプレイしてきた私としては、中国のゲームをワンコそば形式でプレイすると毎日フルコースメニューを口に突っ込まれてる感覚にもなります。それはそれで当然幸せなことなんですが、でも食の幸せってそのベクトルだけなんだっけ。やっぱ自分が慣れ親しんできた味だって食べたいと思うわけで、エリオットがその位置づけになりうるな、日本の完全新作ゲーって時点で貴重だしなと感じながらプレイしていました。ちょっとだけ気になったのが、やや感覚的な話なんですけど、アクションの出が少しもっさりしている印象。いや出の問題なのかな。発動までに微妙にタイムラグがあるのか、アクションの発動から終了までのスパンが長いのか、どこが影響してそういう感想になっているのか不明。移動にも微妙に感性が働いているのか、ジャンプして足場を渡るアクションとか謎の難しさを感じます。少しプレイしていれば慣れるかもしれませんが、限られた私有時間中においては気になりました。これは個人的な考えなんですが、私はゲームを私有する目的の5割ぐらいが操作性の確認です。というのも開発中のゲームプレイ動画とか競技 YouTube とかにアップロードされちゃうので、どんなゲームか知りたければそっち見りゃいい。ただ視聴だけでは得られない情報の最たるものが操作性だと思っていて、しかも操作性は割と正解がある世界だと思っています。正解があるというか不正解があるの方が正しいかも。基本レスポンス悪ければダメだと思っていて、逆にそのあたりサボらないゲームって経験則的にいいゲームが多い。なので今後ご紹介するゲームもちょいちょい操作性に触れたりしますが、そういう意図で触れていることをご承知おきください。ただエリオットについてはスイッチ2で先行体験版配信中なので、ちゃんとサボらず事前に先行配信やっとけば、今この東京ゲームショウの貴重な時間使ってわざわざ並ぶ必要なかったのになと反省しました。いずれにせよエリオットは買いそう。オクトラ部隊の浅野さんチームという安心感もありますね。死ぬ時にゲーム内通貨を使って妖精さんに復活させてもらうのは今時って感じがしました。スクエニのこういう空気感の妖精って聞くとまあまあ不穏なんですけど、今回はそういうことないよね。シナリオにも期待してます。1本目冒険家エリオットの千年物語の紹介は以上です。続いて2本目恋と真空、2024年リリース済み、全国1億ダウンロードを突破した恋とプロデューサーという世界観を継承した女性向けの恋愛シミュレーションゲームです。
いやなんでこれお前がやってんのというのも恋と真空めっちゃ効くんですよね。ある情報ソースによるとある時期の中国の二次元ゲーム総収益ランキング、1位原神、2位スタレ、3位ゼンゼロ、1個飛んで5位が名著、そして4位が恋と真空です。この情報に限らず何かにつけて耳にしたり X のタイムラインに殺人的品質のゲーム内写真が流れてきたりするんで、それだけ席巻するゲームなら乙女ゲーだろうが触ってみたいと思いブースへ特攻しました。彼と一緒にやりたいことをシールを貼る形式で回答する必要があったので一緒にお花見するを選択しました。彼とのツーショット写真スポット、まあわかる。そしてこれがゲーム画面。そういう感じなの？アクションなの？しかもめちゃくちゃちゃんとしてて草。私がカメラ撮影で手が塞がれているので主人公の女性が殴られ続けていますが、その間も NPC の彼が自動で敵を殴ってくれてます。しかも強いし。そりゃそうか。必殺技を使うときは女性を肩に乗せて彼が必殺技を放ってくれます。この辺のモーションはらしさがあっていいですね。じゃあデートしてみるか。デート一つとってもなんかいろんなメニューが用意されてます。とりあえずレイ君選択。プレイしている人からの伝聞情報なんですが、彼は基本的に全員金持ちで社会的地位があるらしい。中国で受ける男性像を求めるとそういう感じになるってことなんでしょうか。さらに秘密の時間と些細な日常が選べます。そこからさらにプチチャプターが選べます。全部見れてるわけではないんですけれども、この辺りのバラエティとテキスト量はさすがにすごそう。カニの蒸し焼きを加えれば豪勢な夕食になるだろう。で、気になってたフォト機能なんですけど、撮影者がバカなのでちょっと見切れてるんですが、やはりグラの品質がえぐいですね。不気味の谷超えてます。特に男女ともに髪の質感がほんとすごいですね。タイムラインで流れてくるツーショットの構図がいちいち凝ってるので、これどうやって作ってるんだろうと思ったんですが、さすがにこれらはプリセットのようです。この他にも AR フォト機能とか、あとグリント写真館というものがあって、グリント写真館って何だったのか後で調べたんですが、ポーズや写真以外に風量や風向き、ライティングとか彼の位置とか細かく設定できる写真撮影場所だそうです。確かに私が試した撮影はテンプレートから選ぶ感がありましたが、そこからさらに細かくカスタマイズができるってことなのかな。この界隈では恋と真空一強なんでしょうか。派遣取るタイトルの強さを感じました。2作品目恋と真空の紹介は以上です。3作品目 NTE ネバネストゥエバネスホッタスタジオという中国のゲーム開発会社による超現実アーバンオープンワールド RPG、 2026年内リリースに向けて開発中とのこと。ぶっちゃけ私もこのゲーム知らなかったんですが、先日クローズドベータテストがあり、すごろく形式の独特なガチャシステム含め当時結構話題になってました。京葉製の宙吊り広告にも東京ゲームショウ会場内のポスターにも作品の掲載があり、プロモーションにはかなりお金をかけている模様。異常に面白い日常に染まれがテーマらしく、そのテーマに沿ったウェブページやブースのデザイン非常に映えますね。これもクローズドベータ参加しとけよって話なんですが、例のごとくアンテナ低くて未プレイだったので今回プレイしました。結論から言うと分かんなかったです。他のブースだと待機列に並んでる間に操作方法が書かれた資料を読めたり、あとゲームプレイするときにある程度このクエストをやってみようとか、あそこ探索してみようとか、私有するための動線が整備されてるんですが、 NTE については事前のインプットなく、さあやれって感じでキーマンを握ることになり、さらにスタート直後に活性化しているクエストもそこそこ長い会話シーンから始まるものだったので、勘の悪い私はもたもたしてしまい、このゲームの魅力の片鱗に触れる前に私有時間が終わってしまった感が強い。ただこういう限られた時間でプレイヤーにゲームの魅力を伝えるための段取り整備そのものも、そのゲーム会社の自力と考えるならば正直ちょっと印象は良くなかったです。で、そういう消化不良感あるプレイ体験という前提でこの先喋っちゃうんですが、インターフェースの作りを見てもらえると、まあ大体そういうゲームなんだなっていうのは分かってもらえると思うんですが、だとした時に今リリース済みの類似ゲームを差し置いてまで後発組であるこのゲームをプレイするモチベーションは何になるんだろうっていうのが若干つかみにくかったです。例えばアンリアルエンジン5によるリアルな街中を車に乗って思う存分駆け回ることができるというのが一つのアピールポイントらしく、車でのレースに関するモードが多数用意されていることからもその意思は伝わるんですが、実際走行してみた感じ、これに爽快感とか面白みを感じるかというとちょっとどうかなっていう感じ。いや、これは消費者側の感覚もバグっていると思っていて、こんな体験タダでやらせてくれるの十分イカれてると思うんですけど、ただすでに類似ゲームでハングライダーみたいなやつで滑空したり後続紹介するゲームに出てくるんですが、スパイダーマン的な移動ができる中で、単純に移動効率面では一歩を取る車での移動が車運転好き以外にどこまで刺さるのかというと、私だけで言えばちょっとどうかなと思っちゃいました。ゲームの技術が急数的に進化している中、現時点でそういう所感なので、2026年にリリースされた時にさらにどういう感情になってるかというと、って感じ。
武器ガチャなし、しかもキャラもすり抜けなしという超良心的なガチャシステムなので、特にすり抜けシステムを意味嫌う私としては界隈に風穴開けてほしいので、その点は全力応援なんですが、現時点では今回あまり確認できなかった戦闘面やシナリオ面で強烈に惹かれる要素がないと手は出さなそうっていうのが正直な感想です。とはいえビジュアル面ではオンリーワン感があり、あと中国のゲームって試作中の段階から製品リリースまでにとんでもなく品質上がったりするので侮れない。今後またベータテストがあれば次もう一回ちゃんと触ってみようかなと思います。3作品目 NTE の紹介は以上です。続いて4作品目無限大アナンタ。ネットイースゲーム傘下のネイキッドレインというスタジオが開発中の都市型オープンワールド RPG です。リリース日は未定で、今までのご紹介したやつと違いクローズドベータテストなども未実施です。2024年12月に YouTube でアナウンストレーラーが公開されて以来長らく沈黙していましたが、今回の東京ゲームショウ開催直前にゲームプレイトレーラーが公開され、さらに東京ゲームショウ内での宣伝もバンバン。今回に合わせてプロモーション練ってきたみたいで、そんな戦略も構想してか、おそらく今回の東京ゲームショウで最も注目されたゲームのように感じます。ちなみに CU 並びすぎて待機列に一時入れず、張り込み続けてやっと並べたと思ったら90分待ちました。このゲームで一番感じたのは、皆さんも見れば同じ感想を抱くかなと思うんですが、グラが最強すぎる。アニメとリアルが融合したこのテイスト自体はいろんなゲームで見られるかと思いますが、その中のどれよりもグラが強いように感じます。スーファミ時代のゲーマーとしては近年のゲームのグラってどれ見ても素晴らしくて、直近すげえってなったもので言うとなんだろう、ゼノブレイドクロスとかホライゾンゼロドーンとかかなぐらいのハードルが低すぎるがゆえに、逆にこれ以上グラ単独で感動することないんじゃないかって思ってたんですが、再び感動する日が来るとは思いませんでした。さっきからお送りしている映像を私も待機列で見てて、早くムービー終わんねえかなって思ってたんですが、よく見たら車の運転とかエイム合わせて銃撃つとか普通にプレイヤーが操作していることに気づき愕然としました。あとグラの品質もそうなんですけど、なんていうのかな、一連の演出や展開の完成度もめちゃくちゃ高いと思っていて、例えば車にひかれて吹き飛ばされて重機で潰されかけるけど足でいなして間違えました、なんか伸びるやつで車を捕まえて車ぶつけて車体の下くぐってって、この辺マジすごくない？一連の流れもカメラ割りもワクワクしちゃいました。たっけえ金払って大物引き抜いで作らせてる印象を受けます。正直個人的な思考だけで言うと、こういう現代的な世界観よりもファンタジーによった世界観の方が好きなんですが、この作品に関してはそういう思考とかどうでもよくなるぐらいあまりにも映像が最強すぎるので、今後始まるであろうベータテストとかは絶対にプレイしようと誓いました。絶対にプレイすると誓ったので、この場ではあえて3点ほど期待の裏返しという意味も込めてネガティブ面で気になっている点に触れます。1つ目、ゲームとして面白いのかどうか。待機列中に流れたこのムービー兼プレイ画面、私有でもまず強制的にやらされるんですが、待機列で鑑賞していた時の視聴体験と実際にコントローラー握ってる時のプレイ体験で明確に体験価値が変わったかと問われると、ちょっとどうかなって感じでした。たまにエイム合わせて銃撃つか R ボタンとか押すかの違いだけ。しかも私はあえてゲーム中その辺ほとんどミスするようにボタン操作放置したりしたんですが、ちょっとだけ主人公が情けない動きになる差分があるだけで直ちにゲームオーバーとかそういう感じになるわけでもなさそう。とするとゲームとして自分で動かしたくなるのかな、 YouTube で人のプレイ動画見りゃいいやってなったりしないのかなっていうのはちょっと気になりました。ただストーリー部分がそうってだけで、広大な街中を移動するときは雲の糸間違えました、伸び縮みするやつを使って超絶気持ちよく移動できるので、この辺りは自身で手を動かし冒険する動機づけになりそうだなと思いましたが、懸念点の2点目はここに関連していて、ちょっと既視感が。私は何しても良いものはどんどん真似すればいいと思っている派なので、スパイダー、GT 既視感がある演出を取り入れること自体に全くネガティブな反応はなく、なんならユーザー目線で愚直に良いものを作っていこうという図太い姿勢に好感すら抱いたりするんですけど、ただそれはあくまで権利上のトラブルを起こしていないことが前提で、なんか途中で訴えられたりするとかして大幅なサービス変更なり詐取につながるようなリスクを内在したまま進めないでほしいとは思います。課金する以上長く続いてほしいので、さすがにもう大丈夫なんだと思ってるんですけどね。そして課金という言葉を出しましたが、懸念点3点目はそこに関するところで、キャラガチャなしという収益モデルです。基本プレイ無料なのにすり抜けがないどころかキャラガチャがないという始末、いいことじゃねえかって思うかもですが、個人的にはむしろ逆で、事前事業じゃない以上どっかで儲けなきゃいけないはずで、じゃあどうやってマネタイズするのか不透明なのでちょっとビビってます。ゲームメディアのインタビューを見るに、課金要素としては今のところキャラの有料スキンの販売などらしく、などってなんやねんという恐怖。
部、この辺りは今後公開される情報をウォッチしていきたいと思います。そんな感じで懸念点つらつら挙げましたが、繰り返しですが今回使用した中でかなり期待値高かったんで、その裏返しでごちゃごちゃ書きました。絶対やります。早く出ろ。4点目、無限大アナンタの紹介は以上です。続いて5作品目、アークナイツエンドフィールド。5年以上稼働している大人気スマホゲーアークナイツを運営しているハイパーグラフが新たに開発している 3D リアルタイム戦略 RPG で、リリース日は2026年初頭とのこと。アークナイツは前々からいろんな人からめちゃくちゃおすすめされていたので気にはなっていたんですが、リリースからある程度期間が経っていたこと、それと私がスマホでゲームする習慣がないことからちょこっとしか手がつけられず、すぐにやめてしまいズルズルと来てしまってました。ただ今回その世界観を継承しつつとはいえ PC にも対応する形で新作がリリースされると聞き、じゃあやってみっかって気持ちでプレイ。ここもかなりの注目タイトルだったみたいですが、私の時はたまたま40分ぐらいでプレイできました。感想としてはこれもわかんねえ、2つの意味で分からなくて、1つはアークナイツをプレイしてないので今回ストーリーの触りだけをプレイしたんですが、なんかすごい思わせぶりな演出が多くて、私は前作との関連性とかよく分からないから目で見た以上の想像をなかなか張り巡らせられない。これアークナイツプレイした人だと感想変わるのか。でも未プレイの私にとってはこれだけでは何とも言えないなという意味でのよくわかんねえが1つ、それともう1つは売りが何かが判断つかなかった点。ちょっとだけプレイしてたんでわかるんですけど、アークナイツってタワーディフェンス型のゲームでリリースされた当初としては独自性高かったバトルシステムだと記憶しています。独自性高かったって言っていいのかな。タワーディフェンス型のスマホアプリとしては完成度が高かったって方が合ってるのかな。一方で今回のエンドフィールドは毎回同じこと言って恐縮なんですが、インターフェース見てもらうと分かる通りそういう感じのゲームで、このバトルシステムだけ取り上げるとまあまあまあみたいな感じだったので、何か目新しいバトルシステムが売りっていうよりアークナイツの世界観で 3D アクションバトルができるっていう点が売りだったりするのかと思っちゃいました。ただなんかこのゲーム以前ベータテストやってたみたいなんですが、その時の感想記事とか読み漁ってると私が今回使用したものと全然違うこと書いてあるんですよね。例えばマップに散らばってる素材を集めて、集めた素材をもとに工業シミュレーターチックに探索や戦闘に必要なものをクラフトし、それらを駆使して戦闘するだとか、ゲーム中に特定行動を取ると画面が超スロー再生になるので、この間にどういう行動を取るか戦略を練る。この辺りが 3D アクション RPG ではなく 3D リアルタイム戦略 RPG と呼ばれるゆえんであるだとか、これだけ聞くとめっちゃ面白そうじゃないですか。ただ今回の私有の範囲でそういった要素がなかったように思ったので、あれってなっちゃいました。フィードバックを受けて要素を排したのか、今回の短い私有時間ではそこまで経験させられないので単にスコープ外だったのか、あるいはスコープに入ってたけど例のごとく私が見落としたのか。ただ直近 YouTube で上がったプレイ動画見てもあんまそういう要素がなかったんだよな。唯一おおって思ったのがこの重機設置して雑魚を掃討するシーン。私有では有無を言わさず主人公が勝手に重機を設置して、主人公が何もしなくても重機が雑魚片付けちゃったんですが、例えばこの重機を設置するための収集やクラフトが必要で、戦闘中いつどこに何を設置するかプレイヤーの裁量に委ねられていたとすれば、タワーディフェンスの要素とアクションの要素が複合した面白いバトルシステムになる気がしていて、だとしたらめっちゃ面白そうと感じました。この辺すみませんが情報不足なのでご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。このゲームについては面白い面白くない以前に私の情報不足感を覚えるので、今後もウォッチしていきたいと思っています。5本目アークナイツエンドフィールドの紹介は以上です。そして最後6本目アズールプロミリア。8年以上稼働のスマホゲームアズールレーンの開発元である中国のメーカーまんじゅうが開発しているファンタジーワールド RPG です。リリース時期は未定。アズールレーン自体も大人気ゲームで前々から気にはなっていたものの、これもリリースから時間経っちゃってて今更感を覚えていたのと、おっぱいビリヤードみたくちょいちょい挟まれる振り切った感じにおーって思っちゃったりしてプレイできておらず、とはいえ実績あるメーカーからの新作でゲームの雰囲気も私好みだったことから軽率に私有してみた感じです。結論から言うと激刺さりました。面白い。これはリリース勢確定。2つ優れてる点があって、1つは演出の完成度が高い。バトルシステム的には100万回同じこと言うんですけど、まあそういう感じでキャラクター切り替えてスキル打って奥義打ってみたいないつもの感じなんですけど、接敵する時とか剣撃とかダメージ表記とかコンボ数表記だとか演出面が洗練されてる印象。映像では分かりにくいかもですが操作のもたつきもなく爽快感あります。ボスの攻撃にもバラエティがあって、なんか回避主体のギミックが来た時にカメラが自動で少し引きになるところとか作りも丁寧に感じます。私有の段階ってインパクト残すためにとりあえずドーンバーンってところばかり作り込まれがちですけど、その私有の時点で細部の完成度がこれだけ高いのは個人的にめっちゃポイント高いです。そしてもう一個高評価なのがスターリンクシステム。まずはこちらの画面をご覧ください。要はポケモンですね。
この世界では敵のことを義母というらしいんですが、この義母を弱らせて捕まえるもといスターリンクを結ぶことによって仲間にすることができます。仲間にするとフィールド探索時に乗れるようになったり、一緒に戦ってくれたり、 NPC と義母同士を戦わせる義母ファイトができるようになるらしい。元々のシステムの面白さが担保されているので、その点について特筆するところはないんですが、この義母とスターリンク結ぶまでの演出がしっかりしているのと、捕まえた義母のこのドット絵チックのデザイン、これが素晴らしい。コレクションそのものが目的になりそうな集めたいっていう衝動に駆られます。そしてキャラクタービジュアルもかなりいい。こういう可愛らしさと肉感的なドスケベさが同居する萌え豚が好きそうなキャラグラ、萌え豚家なしも大好きなんですよね。まあ萌え豚は冗談ですけど、でもこのグラとシステムはかなり日本人と親和性あるのでは。あとはシナリオ次第かな。スターリンクの部分がちょっと秀でてるとはいえ、全体的な作りとしてはこういうゲームシステムって若干飽和気味なのもあって、先を進めたいとかキャラを強くしたいとかっていうモチベーションがないとすぐ他のゲームに浮気してしまいそうで、その抑止力になるのがシナリオだと思っています。こればっかりは現時点では全くわからないので頼むでとしか言えない。それとプロモーションの巧みさでは先ほどご紹介したゲームと比べてちょっと後手を踏んでいるような印象で、さっさと YouTube にプレイ動画アップしてって思ってるんですが、とはいえ今回プレイした中では私としては現時点で最も楽しみなゲームです。早く出てくれ。私有したゲームのご紹介は以上です。いかがでしたでしょうか。全体的な所感としては東京ゲームショウダラダラ感想動画でも改めて触れますが、まず何といっても幸せですね。こんなすげえゲームを浴びられまくるなんて。ただ贅沢な悩みなんですが、すげえゲームがゴロゴロあるゆえに目移りしてしまう状況ですから、どれやればいいかよくわからんし、それを見極めるための時間もなかなか取れないという方も多いかと思います。そういう方向けに今回私ができる範囲で調査情報共有してみました。言うて私もそれぞれたかだか20分ぐらい私有した程度ですから、それぞれの所感について高い角度を持っているわけではありません。なので今後も定期的にこれらの作品の動向をそのクオリティ含めウォッチしていき、皆さんにも共有していきたいと思います。できればこれおもろって心から思えるゲームを皆さんに推し、一斉ので同じゲームプレイしてみたいですね。ファイナルファンタジー14も名調も2期も私は後発組だったので、限りある時間で面白ゲームを皆で最大限楽しむという当チャンネルのビジョンを実現できるよう頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。皆さんによるこれら6作品の感想、またこれら以外でもこのゲーム面白かったよという情報提供のコメントぜひお寄せください。次回東京ゲームショウダラダラ感想、インフルエンサーどもクソゲーはちゃんとクソゲーって言え編でお会いしましょう。おついえなし。